皆さんこんにちは。今回も音の違いに関して繰り返しいただくご質問ご意見にお答えします。ぜひ最後までご覧になってください。私は長年音の仕事に携わってきたエンジニアです。このチャンネルの結論は乱暴です。群遅延や相互変調歪み IMD も音に関係します。というご意見です。周波数特性と歪みに群遅延や IMD を評価に加えたところで新しいことが見えるわけでもなければ結果が変わることもありません。周波数特性には振幅と位相の2つの情報が含まれています。群遅延というのは音に関係しない位相を時間で表したものです。変調歪みはレコードやテープで目立つことがありますが、現代のオーディオ機器は THD が十分小さいとき、IMD も十分小さいので THD 一つで十分です。しかもそれが問題になるのは、ボリュームを上げすぎた場合に限られます。私たちが普段聞く音量で関係するのは周波数特性だけです。結局音の違いは周波数特性と歪みの2つに集約できます。あれはどうなの、これは関係ないのといったご意見をたくさんいただきますが、私たちが音の違いを分かりやすく知るためには現象を単純化することが必要です。他の要因はこの2つで説明がつかない場合に考えれば良いことです。アナログは連続、デジタルは飛び飛びです。アナログには数値に現れない音があります。というご意見です。数値に現れないアナログの音というものは存在しません。皆さんが普段見ている液晶画面は拡大すると飛び飛びですが、遠くから見ると連続です。デジタルは飛び飛びのせいで情報が欠落するのは確かですが、人間には見えない欠落です。音の世界のデジタルは信号を入れる器の大きさがレコードなどより圧倒的に上です。レコードをデジタルでキャプチャーすれば完全なクローンができます。ところが現実はイメージで評価されることが多いようです。デジタルには飛び飛びで欠落があるから音が悪いというイメージがあって、アナログは連続的に滑らかで音がいいというイメージがあって、実際にその通りに聞こえることがあります。趣味の世界ではイメージが重要です。アナログの音がイメージであることを知った上で、アナログの音を楽しむのもいいでしょう。アンプの音、ケーブルの音は、アンプだけ交換して、ケーブルだけ交換して、高性能マイクで空気録音しないとわからないんですよ、というご意見です。アンプだけ変えたんだからアンプの音だ。ケーブルだけ変えたんだからケーブルの音だ、とはなりません。アンプやケーブルを変えると、スピーカーのインピダンスカーブでイコライジングされます。お互いに影響し合うことに注意してください。アンプやケーブルを単体で見た時の違いは極めて微小です。スピーカーを通してマイクで拾うやり方では、どんなに高性能な機材を使っても違いを調べることはできません。なぜかというと、測ろうとする違いが小さすぎて、機材の雑音や歪みに埋もれてしまうからです。最近のオーディオインターフェースの性能は極めて優秀です。アンプやケーブルの音の違いは P という制限波を使って、これで評価するのが最も高精度です。アンプの違いはスピーカーを駆動して実際に空気を揺すらないとわからないんですよ、というご意見です。スピーカーから出る音はスピーカー端子のところの電圧波形で決まっています。ここが同じなら、どんなアンプもすべて同じ音になります。
スピーカーにつないで空気を揺すらないとわからない話ではありません。アンプをスピーカーにつないで出てくる音はアンプの音ではありません。スピーカーをつなぐとそのインピダンスカーブで端子の電圧が分圧されて音が変わってしまいます。ダンピングファクターが低いアンプではこれが顕著になります。これが真空管アンプの音と言われていた音色の正体でした。アンプの音を知ろうと思ったらスピーカーの代わりに抵抗をつないでそこの電圧を録音しないといけません。YouTube でいつもご覧いただいているアンプの音はこうして録音した音です。これは私たちが耳にできる最も正確なアンプの音です。このチャンネルの視聴はいつも違いがありません。収録のやり方に問題があるのではないですかというご意見です。このチャンネルの視聴で違いが感じられないのは条件をきっちり揃えているからです。違いを調べるときは関係のない要因を排除しないといけません。音量の違いはその代表です。音量を揃えるだけであると信じられてきた違いのほとんどが消え去ります。消え去る違いを感じる場合は視聴のやり方に問題がある場合がほとんどです。アマチュアの視聴のほとんどは条件が揃っていません。例えば真空管アンプと半導体アンプを比べるときは抵抗を追加してダンピングファクターを揃えないといけませんが、単純に機器を入れ替えて音量を耳で大体合わせて音楽ソースを流して耳で比べています。このようなやり方では正確な比較はできません。私は販売店の店員です。お客さんがポークと B&W を比べて B&W を買っていきましたよ。やはり数値が全てではないですよね。というご意見です。オーディオ機器は数値が全てではありません。物の作りや値段や見た目が音の感じ方に関係します。以前の調査でポークと B&W はほぼ同じ音でした。2台が同じ音の場合、見た目が良くて値段が高い方が評価されます。ポークと B&W の場合は、必ず B&W の方がいい音に聞こえるでしょう。店頭では物を見て値段を知った上で聞き比べることがほとんどです。これでは正確な比較はできません。店頭では現物の外観や操作感のチェックをメインにするといいでしょう。人間の耳とマイクでは聞き取りの仕組みが全然違います。マイクの結果が似ているからといって耳で同じ音にはなりませんよというご意見です。確かに耳で聞く音とマイクで録音した音は違いますが、A と B の違いに関してはマイクで違いがなければ耳でも違いはないと言えます。ただしスピーカーは周波数特性の他に音の広がりがあります。周波数特性が同じでも音の広がりが違う場合はマイクで違いを評価できません。ポークと B&W はこれがたまたま揃っていたおかげでマイクで比較ができた珍しい事例であることに注意してください。音の奥行き、立体感は何かの特性で表せるものなのでしょうかというご質問です。音の奥行きや立体感は録音やソースで決まるもので機器は関係しません。音楽を作るとき音量や位相を操作して音を配置します。この作業で奥行きや立体感が決まってしまいます。実際の再生環境ではスピーカーの特性や部屋の反射が影響して奥行きや立体感が増したように感じることがあります。
例えばスピーカーの特性で中域が盛り上がっていると、人の声が前に出たり、楽器が後ろに下がって聞こえます。高音と低音の音の広がりに不連続があると、楽器がスピーカーの外にあるように感じることがあります。このような結果を好ましく感じることもありますが、どちらもスピーカーや部屋の問題で起こる現象であることに注意してください。高級機は音の厚みが違いますというご意見です。厚みの違いが本当にあるなら、周波数特性や歪みに見えますが、そのようなものは確認できていません。高級機もエントリークラスも中華製品もすべてフラットです。ところが実際には音の厚みを感じることがあります。薄くて軽いアンプを立派なモノラルアンプに置き換えると、音の厚みが増したように感じる場合があります。細いケーブルを重くて太いケーブルに変えると、音の厚みが増したように感じる場合があります。これらはすべてイメージです。趣味の世界ではイメージが重要です。音の厚みがイメージに過ぎないことを知った上で、音楽を楽しむのもいいでしょう。インシュレーターやアクセサリーを追加したら、音が激変しましたというご報告です。何かを変えたりつけたりすると、音が激変したように感じることがありますが、時間とともに感激が薄れて、最後は風景の一部になります。音の違いは周波数特性と歪みの違いでした。何をどうするにせよ、これに影響がなければ音が変わることはありません。理屈を知らないと意味のないものにお金をつぎ込んでしまいます。では、ケーブルやインシュレーターや怪しげなアクセサリーに意味がないかというと、そうではありません。趣味のアイテムには見た目から来る音のイメージがあります。そのようなイメージにお金をかけることも、オーディオという趣味の楽しみです。値段が高くて重いものほど低音がよく出ます。長年の経験から間違いないです。というご意見です。値段や重さは低音に関係しません。低音に関係するのは低域の出力インピダンスになりますが、よほど悪くない限りわかりません。ところが実際には見た目に重量感があるものや太いケーブルを使うことで低音がよく出るように感じます。長年のそうした経験は間違いではありません。人間の耳は見た目や値段に影響されます。低音がよく出るイメージはオーディオ機器の価値の一つと言えるでしょう。アンプは音に違いがないと言いながら、メンテナンスはやたら丁寧ですねというご意見です。オーディオ機器のメンテナンスは電気的に調子の悪い部分を直して終わりではありません。オーディオ機器には音の価値以外に物の価値があって、アンプの場合は物の価値しかありません。このチャンネルのメンテナンスで細かい傷を丁寧に埋めたり、色合わせや塗装を丁寧にやるのは、それが物の価値に関係するからです。アンプのメンテナンスは音が出たら終わりではなくて、物の価値を復元するところまでやるのがベストでしょう。スピーカーを軸対象に置くと干渉で音が悪くなるのではないですかというご質問です。こちらは以前ご紹介したスピーカーの置き方の図です。スピーカーのベストな位置は壁から4分の1のところです。必然的に軸対象になります。この場合、音が干渉して周波数特性に谷ができやすいことが知られています。
スピーカーを壁に寄せるとこれが改善する場合がありますが、低在波が増えて反射音に偏りができて見た目もおかしくなってしまいます。音が干渉するという話は左右のスピーカーから制限波を連続再生した場合の話です。音楽ソースのステレオ再生ではあまり目立ちません。音を悪くする最大の要因は低在波ですから、スピーカーの配置は低在波の問題を優先して軸対称に配置するのが正解です。低在波などは音響補正のソフトを使って補正すればいいのではないですかというご意見です。スピーカーで音を出して周波数属性の凹凸を自動的に補正する仕組みが知られています。これを使うとグラフ上はフラットになりますが、耳で聞く音は不自然になることがほとんどです。これは低在波のような場所によって音圧が変わる現象を一点で補正しようとしたからです。複数の場所で補正をかけても問題が平均化されるだけで大して変わりません。結果を手作業で修正してもあまり良くなりません。結局何もしないのがベストだったという結果になることもあります。低在波のような場所によって音圧が変わる現象をソフトで補正することは原理的にできないことを知っておいてください。私は楽器を演奏します。ライブ演奏と CD から聞こえてくる音は全く違うから、機器は何でも良いです。というご意見です。普段音にこだわる演奏家やアーティストには、オーディオ機器にこだわりのない方がおられます。有名アーティストが驚くほど安価な機器を使っているケースもあるようです。オーディオ機器が目指すのは録音の忠実再生であって、生の音を目の前に再現することではありません。私たちが手にする CD やレコードの音はいろいろ加工されているので、ライブ演奏とは全然違います。オーディオという趣味には高価で立派な機器を操作して音楽を聴くことに満足を感じる側面があります。アーティストの多くはこういうことに興味がありません。どうせ音は違うし、それなら何でも良いということなのでしょう。ご視聴ありがとうございました。